明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。まずはイベントのお知らせしますか。そうですね、年明けのイベントとして1月にグリーンクラブでやるイベントはこれしかないんですが、昨年もやりましたが、全国商品盆栽名品展、展示と販売のイベント。そうです。上野グリーンクラブってことですね。そうです。上野グリーンクラブ1階の3分の2が展示で、3分の1と、あと外のスペースと長屋まで、売店が多種多様に出ますね。盆栽屋さんだけじゃなくて鉢屋さん、それから山荘屋さん、うち以外の豆盆栽のお店も出ますし、あそこも素朴さんっていう小さい盆栽を売ってるところ、あと異色のところではサボテン屋さんが今回参加したいというので、サボテン屋さんも参加します。1月の12日と13日、日曜日と月曜日、皆様お日にちお気をつけてということで、じゃあそれに展示に使う木を今日は作ると。そうなんですけどね、私この木がとっても気に入りましてね、なんだかぐちゃぐちゃしてますけど、これはねつる梅なんですけど、野生の方のつる梅なんですよね。照り葉でもなく大きい葉っぱのつる梅でもなく、葉っぱがちっちゃくて柔らかいつる梅があるんですよ。もう野生味がすごいじゃないですか。これをねぜひねちょっと飾ってみたいと思いまして、じゃあこれを生かした飾り。そうですね、だからこれはもう冬の飾りですよね。実もついてない、葉っぱもない、何にもない、なので主木も何にもないのを飾りたいと。主木も葉っぱなし、でそれも葉っぱなし、ちょっと斬新な、ちょっと面白いかなと思って今までやったことがないのですが、空っぽの展示ってどんなもんかなと思いまして、じゃあ主木はこれです。これは前にもやったんですけど、カラマツ、落葉する松ってことですね。そうですね。で今全部葉っぱ落ちてますけど、これの寄せ植えにしたらなんか風情があっていいかなと思いましてね。で添えで唯一葉っぱがあるのがイチゴ。これもまだポットないですけど、実がなってますね。これも綺麗にして、でこれ今真っ赤ですね。この森いちごは真冬になるいちごなんで、今頃はもうなるんですけど、ここにまだ色がついてない実があるので、これがちょうど真っ赤になるんじゃないかと思います。これが唯一葉っぱのある実のあるものです。で3点飾りですね。斬新なあんまり見たことないですよね。私も初めてです。じゃあここからやっていきます。これはねまずね静止をするんだけど、逆からだとねこれが重なってるでしょ。これ重なってますよね。ですから私的にはここで切る、これ切っちゃうね。これほら重なりがなくなるでしょ。あとこれが後ろ向いちゃってこっち行っちゃってますので、これを取ってしまう。でこれが邪魔なんでこれも取ります。判断が早いですね。そうですね。あと長すぎる。これも長いかな。こうなっていくとだいぶさっぱりしたと思うんですけどね。流れがこうなってますからね。これが唯一立ってるんですけど、この場合これが邪魔ですね。この長いのを取れば収まると思うんですよ。ないとちょっと寂しいような気がします。あとはこれを短く。ただねここまで切っちゃうと実がつくかな来年ってちょっと心配はしました。これもね、ちょっと先端から実ができやすいとかいやそういうわけじゃなくて、枝分かれしてればね、こういうところ、こういうところ、全部花がつくんで、別に先っちょだけってわけではないんですが、これがじゃあちょっとこれ短くしてみましょう。これいらないですね。これ重なってます。これどっち前でもいいかなって感じですけどね。こうでもこうでも、これが主になるからね、こんなもんでしょうかね。あっという間にさっぱりしました。こういうのね切るの好きなんです。やりすぎちゃって
ですね。そうですね、あっという間に枝がなくなっちゃうのでねどこで切るかっていうやつを見極めるのはまあ勘だからな。まあでも重なってるところを、そう重なってるところと向きが逆のところね、それを主に切っていけばこのくらいにはなります。はい、今ね植え替えの時期ちょっと早いですけど、つるめなんでねそんなに深く考えなくても強い種だから、強いですよ。ここまで気にしなくても、枯れはしないですよね。今ざっと崩していってこの形よりだいぶ小さいところに入れますね。はい、もう春の植え替えと同じにやっちゃってもね、このサイズだとほら室内で保護できるから、こうガッチガチじゃないですか、こう切っちゃうんですよ、こうやって。本当春の植え替えみたいな。もう葉っぱないんで、特にね傷むとかあんまないんですよね。桜なんか今ガンガンに植え替えますからね。あ、そうですか。はい、あんまり気にしなくてもちゃんと咲きますし枯れはしません。ちなみに今日撮影日はクリスマスイブです。はい。イブです。イブですね、実際のとこ2月に入ればもうオールオッケーですよ。オールオッケー。あとはほらいかにね管理するか。そうですね。いじめちゃったらそれだけの保護をしてあげるということですね。根っこがすごいすごい。これは山鳥ってここまでね回っててね、普通に育てた未生の山鳥じゃないかと思うんですけど、自然にこういう形になるですかね。もう一個あったけどもう一個も荒々しい感じでしたもんね。そうですね。園芸種のよく皆さんが見てるつる梅っていうのは葉っぱも大きくて実も大きいの。あれは園芸的に改良されたやつで、これが本当のつる梅なんで、野生のね割と荒々しくなるかもしれない。この周りにねくっついてる根っこ、これがね硬すぎるのね。うちに来た時もね実もついてなかったんで、多分植え替えをしないんで花がつかなかったんじゃないかと思うんですよね。じゃあ来年はつくかもしれない。今年はどうかわかんない。今切っちゃいましたから、でもその次の年はつくんじゃないですか。実がちっちゃいんですよ。つる梅もいろんな種類あるけれども、これはまあ岩つる梅って呼ぶやつかな。岩つるって呼びますね、私ら。そうしましたらここにあるこの根っこがね邪魔してるから巻いてるんで、これ取っちゃう。巻き根は太くなるととても厄介です。であとここから向こうへ渡ってるやつも取っちゃいましょう。もうちょっとちっちゃくしたいんですよ。もうちょっとちっちゃくしたいので、もうちょっとほじくります。ほんと硬いねびっくりするぐらい硬いです。こんなに切って大丈夫なんですね。大丈夫ですよ。あとの管理です。真冬なんでね、今ねあんまりガチガチに凍らないとこに置く、植え替えた後は室に入れるなり発泡スチロールに入れるなり、夜だけ玄関にしまうなりしていただければ、こんだけ小さくなりました。ちっちゃくなりましたが、問題は鉢が決まってなかった。鉢が決まってなかったんですよ。植え方はどうなんですか。植え方はやっぱこう横向きこうですよね。こうじゃなくてもう本当にストレートにこのまま植える形になります。だからこの大きさあれば入っちゃうね。雰囲気はいいですね。いいですよね。じゃあこれにしましょう。今まで使ったことがなかった。何鉢っていうんですか。これまさって古いですか。古いですね。これまさって書いてある。私もこれまささんを知らないから、ただこの時代のノリといい古さ抜群ですよね。古さ抜群。ただ釉薬ですねこれね。そうです。他にあんまり見たことがない、このこれまさの鉢をね。だからもしかしたらそんな有名なんじゃないんじゃないかもしれないけれども、でもいいですよね。そう。古さが相まって。そうなんですよ。名品店にはどんなものを持ってくるんですか。名品店はありとあらゆるものを持ってきますよ。ありとあらゆるものはちょっとずつ。なんでしょうね。的には今、
やっぱ春の植え替えてかっこよくなる木、苗木が多くなると思うんですけど、出来上がった木よりは花芽のついてるアケビとか、なるほど。うちは花も飲み物なんで桜とか、そういうものが中心になると思うんですけども、あとは最近いいなと思ってたのがサルスベリの姫ですけど、古い苗木がね入ったんですよね。でそれお安く入ったんで、あれはいいなと思う。赤と白ありますけど、白はうちで刺してるんでほんとちっちゃいんですけど、赤はこのくらいで、このくらいでバッサバサに伸びてますからね、それをチャ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 って切って挿し木でつきやすいんですか？つきます。すぐつきます。じゃあね、そういうの買って増やしてもいいですね。そうミニ作る人はいいかもしれない、なんでかっていうと枝が多いから、本当に薄く、だからで止めね、多分根が硬いんで先にこれを通しとかないとできないです。できないです。横から回していく感じ、その方がいいかなと思います、なんでこういう状態で入るわけですね。きついですね。でもやっちゃいます。もしかわいそうだなと思ったらね、飾った後ね、一回抜いて土鉢に移してあげてください。だいたい展示品ってちょっと無理をさせがちなので、一回はね飾ったらね、土鉢で養生を1年間させてまた鉢に戻すっていうのを繰り返します、じゃないとかわいそうなの。盆栽はあんなことして飾ってんのかとか思われてしまいますが、たまにはこういうこともあります。だいたいいつも用意はしとくんですけど、今回はね飾ろうかなと思ったやつが売ってくれと言われて売ってしまったんです。どうしようと思いながらですね。頭これなんで、真横だとおかしいから少し斜めに植えます、この場合はね。でここでこれあってもなくてもあんま変わんないな、下に土入るスペースはありますよ。確かに止めなくても動かなそうですね。かわいそう。ちょっとかわいそうだね、やっぱりね。でもこのサイズでここね植えないと格好がねつかないんですよ。去年のね、秋にねやっとけばねよかったんですが、予想外のことが起こったの。昔からずっと持ってる古い木とかあんまない？ないあんまりないな。やっぱり植えちゃう、古きゃ古いほど植えちゃうので、私植えるの好きなんですけど、眺めてずっと持ってるのって興味ないんですよね。どっちかっていうと工作派なんで、作るのが楽しい。そうそれでその時に最高にできて、綺麗に花が咲いたり実がなったりするといいなとは思うんですけど、それを何年もずっと持って眺めたいっていう気持ちがあんまりないので、商売に向き最初のね出会いが商売だったので、そうなんですよ。そうするとね、作り上げるのが好きっていうのはあるんですよね。どうです、この鉢に植えた姿は。雰囲気はすごいありますよね。いいでしょ。なかなか面白い木です。これでなったら面白い。そうですね。なんか一気にこの辺にやればね、ポチポチポチってなったらね。じゃあ添え。これが添えでございます。完成。次はこれにカラマツの寄せをするのですが、3本でいいと思うんだよね。5本じゃ多いと思うんだよ。そうすると大中小でいくので、みんなこっち向いてるでしょ、こういうの。大きさがあんま変わらなくなっちゃうね。これとこれと、3本。
はい、3本。一番太さはでもそんなにこれちょっと細いんですけど、丈がねこれが一番でかくなって、ここにあれがあって、これはほら枝数が多いから、これ切るから少し低くなるんですよ。でこれもだいぶ切っちゃうんで低くなるんです。なので切っていきましょうか。去年の2月ぐらいでしたっけ？やりましたね。目出しが可愛いって。目出しすごい可愛かったですよね。この丸いのが葉っぱになるとこで、こういうのはもう無駄枝なんで、こういうのをまず切っていくでしょ。まずね。でこれ長すぎる。ここに芽がありますからね。見えるかな？ここに芽があるから、これはいらない。芽を残して切る。そう。ここで切ると。まずいらない枝を全部落としてみて。スピップ。芽がいっぱいあるのでどこ切っても全然平気ですねこれ。俺とさっきのは飾るってね。不思議ですね。どうなのかな。どうなるかなですよね。生えてる場所が違うんで、そこちょっとネックなんですよ。カラマツは北海道、でも軽井沢にもある。軽井沢にもある。軽井沢でよく見た。なるほど。だから軽井沢のカラマツだと思えばそんなにおかしくもない。枯山をイメージついてましたもんね。そうなんですよ。冬なんで、真冬の展示って春をイメージすると梅になっちゃうんですけど、梅をね飾ったことはありますね。全部梅っていうのをやりました。梅の林を作ったことはありますが、ちっちゃいでしょ。これが一番ちっちゃい木なわけで、これが一番大きい木になるんですよね。大中小でやりましょう。これは前も言ったけど砂で植わってるんですよね。水はけが良くないとダメみたいでね。今年じゃない、去年の夏の暑さでだいぶ枯らした人いらっしゃると思いますが、うちも1本だけ枯れました。20本ぐらい育ててて、もう5月に入ったら日陰に持ってっちゃいました。暑さに弱い。いや、暑さ弱いですね。蒸れるのが嫌いなんですよね。風通しの良い日陰で管理、朝日が当たるだけでいいみたいな、そういう感じで置いといたら1本だけで被害は済んだので、松なんだかね造形なんだか分かんないような種類ですよね。紅葉はしますか？紅葉はします。するんだ。真っ赤になります。葉っぱが緑のが赤っつっても茶色ですよ。茶色。枯れてるわけじゃない。そういうこと？茶色くなるのね、葉っぱが。だけどなんて言うんだろう。全部が茶色くなると結構紅葉ですよあれは。赤茶色だから。赤茶色。もう切っても平気です。だから林の方が綺麗ですよね。カラマツはね、一本よりは寄せ植えの方が風情がありますよ。根っこしっかりしてるね。ほら種まいて作ったんでしょうかね。そうなんでしょうね。そんな高いもんじゃないから、もともとが。カラマツってね安いんですよね。あんまり大きいの見ないかな。枯れちゃうんだよねきっとね。枯れちゃうから見ないんですかね。多分。あとはもしかしたらほらね、軽井沢あたりの人の盆栽では大きいのがあるかもしれないけどね、販売されないんじゃないですか。なるほど。ちょっと根っこがなかったです。これを縛っていくということですが、さーてうまくいくかな。パパイヤで縛る。根をくっつけるようにしていかないと、こう曲がってっからほら。でもこれやるとこれ曲がりすぎじゃないかな、この木が。この木曲がりすぎだね。ぶつかってるでしょ枝が。こっちがでかすぎるんですよ。こういう風にぶつかってるところは切っちゃわないと見苦しい。そう立てつつだな。もうちょっと離した方がいいかな。林だからね、前後にして3本の特急は2本ずつやるしかないので、こっち切ったからこっちも切らないと。真ん中の木はやっぱり短めですね、枝が。なるほど。重なってしまうから。そうそう絡みますのでね。この位置ですね。
ギュってやっても後から離せますのでね、少しはねやっといてから離した方がいいね。緩くやっとくと今度くっつけられなくなってしまいますからね。カラマツの販売もしますよ。カラマツ、はい、売ります。1本どんなもんなんですかこれ、このサイズ。値段はね、いわりはあるけど、今クラブにこんなちっちゃいのが売ってあるのが700円。ほらお安い。ちっちゃいやつであったりと、だからこっちの古い方で1000円から1500円ぐらいいわりがあるから、そんな高いもんじゃないんで、こうやって遊ぶのにはいいかな。そうですね。そうですよ。夏の管理さえ乗り切ればなんとかなるみたいな。ここで後でこう離すんですよ。はいはい。で今こうなってます。それはしょうがないんですよ。でもう一回これをくっつけていきます。2番目、全部まとめてか。全部まとめて縛ってる？もう3本いってます。はい、縛った後にまたちょっと動かしてね、それで空間取りたい時は間に土入れて、苔をギュッとやれば離れますから、それで大丈夫です。こんな感じ、はい、とりあえず網だけ止めといてから植える位置を考えます。これ横長いんでね、空間取っちゃうから多分こっちの穴しか使わないですね。この長い鉢ってあんまないんだよね。そうですね、作るのもね、中国鉢ですね。短冊は歪むから難しいって言いますよね。こうやるか、こっちからこう来るか、こうやるかなんで、こっちの方がいいかな、やっぱり。主木が下になるように面白いかもしれない。勢いはつきますね。ここに空間作っちゃうんで、こっちから見るとこんな感じ、わかりますか？こんな感じ、でちょっと離してね。最初はね逆に考えてたんです。まあそうですね。最初はどっちがいいだろうな。いやでもやっぱこっちの方が迫力があっていいな。面白いですね。この方がいいんですよ。やっぱりこの主木がこっち倒れてて、こっちが曲がってて、こういう感じの方が迫力が出そう。変かな？変じゃないと思います。僕もそっちの方が好きです。そうですか。じゃあそれでいきましょう。思いつきでどんどんやっていくタイプ。思いつきで。フィーリングですね。あんまり深く考えないタイプなんで。桐生綱を多めにしました。これは小白類だから。さっきの土を見ても分かる通り、カラマツは砂で植えてあるので、多分水はけがね、いい方がいいんでしょ。こっち入れてもね、こっち関係ないんだよね。関係ないんです。で今度は止めます。難しいですよこれ。結構根があるからね。よし、ギュッと引っ張って、ラファイアに引っ掛けてますね。ラファイアと根っこ両方に引っ掛けてますけど、であとはここの子供を離すためにこっちに引っ張らないといけない。止まったとこです。今止まったところで、あとはこの土を洗い土を、こっちはもうどうでもいいけど、こっちなんですよ。長いけどでも苔張って遊ぶと面白いのができます。ここにね石置いてもいいんですよね。あのキメッチがかっこよくない？さっきの話なっちゃったから詳しくは4月1日の動画をね。ちょっと細かい。もうやっぱり砂いっぱい入れましたけど、入れてます。あとは赤玉土。でもこれ飛び出てるとこ切っちゃっていいですかね。あとこの辺の根っこはね、苔をね張ったりしてね、うまく隠してくる。ここでつつきをちゃんとやらないと中に入りませんからね。
それで枯れなければこのラバイアも全部溶けて、ね、夏越しできればね、根が十分に絡まった状態で古くなっていくというふうになるのですが、夏が越せればってことですかね。でここで少し離すために、これケト土です。配合済みケト土、赤玉と水苔でこれをね、ここの根っこの間にこれをもうちょっとこうしたいんですよ、なんでギュッと入れてくる。でこれを後ろにしたいんですよね、もうちょっと引っ張りたいけど、何しろ自然相手ですからね、思った通りにはいかないんです。いいですね。少し開いたでしょ。いいじゃないですか。これ効いてますね、やっぱね、これが。面白いよね、なかなか面白いかもしれない。今これを、ちょっと待って、この細かい赤玉を周りに段差をなくすためにやりましょう。入らない。こっちの大きいですよね。はい、ちょっとこれ入ってる。汚れてますが、これでどーっとよいしょ。はい、こんな感じですかね。予定と全然違う形になっちゃったんですけどね、やっぱり作ってみたら、こっちの方がいいんじゃないみたいな感じで。でも流れがそう逆になっちゃったかもしれない。同じかもしれない。こっちですよね。そうだから逆なんだよやっぱりね。こうでしょ。こうでしょ。そうですよね。止めがいるんです。いいですよ、別に同じ流れで。そういうことですか。こっちに止めがあるから。こっち流れこっち流れだったらここに止める。2点だったらこうやるけど、3点の場合同じ方向に流しといての止め。石とか。石か草か。でもいいですね。何でもいいんだよ。だからそんなに悩むことはない。2点飾りとか。これはでも面白い飾りになる。いちご。これ森いちごですね。富士山の5合目あたりに生えてると言われている、森いちごは今頃実がつきます、春じゃなくて5月ぐらいからついたり、真夏抜かして9月についたりしますけど、今年去年暖かかったからだと思うんですけど、一番の最盛期は11月なんですよ。四季咲きです。四季咲きのいちご。それでランナーが出ませんので、株がこう横から出て増えてくるんですよ。じゃあ増やしやすいのかな。いや、増えんの時間がかかる。やっぱランナーが出たやつの方が早いですよ。それでちょっとあまりにも枯れてるやつを取りますね、こういう葉っぱね。これがさっき言ってた止めになるんですね。そうですね、止めがないとね。ただ今ちょっと葉っぱ寂しいですけどね。今ここについてるのはもう売れてますから、展示会の時にはもうない。ただこっちとこっちのが赤くなるんです、でこれじゃ大きいんですね。株が大きすぎるんで抜いて、よいしょ、ここにあるやつを取っちゃいます。株分け。これは簡単に取れます。これはこれで後で植えますけど、白い根っこ生きてるけど、この黒いとこはねもう腐った根っこなんで簡単に取れますから、で洗っちゃって、なるだけ。これは種まきで増やすのが一番早いですね。この実が真っ黒になって硬くなってパリパリになるまで待って、それを潰すとこの粒々が全部種ですから。これ実外してからでいいんですか。いや、このまんま乾燥させないと腐ります。乾燥するまで取ってはいけません。なるほど。増やすやつはそのまんまね。だから増やし用のやつと楽しむやつは別にしといた方がいいですよ。親作っといてね。1回巻くとこれ1粒で10株ぐらい出ますから、もうちょっと大きくなってるやつ20株
株でいるから、そのうちの何個かを親にしといて、でこれ美味しいんです。食べると美味しいんです。バッチリですよね。だからそう食べても美味しいし。そうですね、であっちの大きいからね、これでいいんじゃないかな。それにします。一応ここにも2つ、これ他のやつが寂しいのでね、ここで色をね、でこれじゃちょっと大きいので、これか、これでも可愛いですね。これ色がいいんですよ、青でも。これかこっちかな。であと色物でこれを選んでみましたが、これ誰のだかよくわかんないんですけど、可愛いかなと思って気に入ったので使います。いろんな絵が描かれてますね。本当にね、いろんな絵が描いてあって曲がってるしね、多分ね素人さんのじゃないかと思うんですが、使いこなしてある鉢はやっぱり展示ではね、新品の鉢展示するとね、鉢が浮いちゃうんだよね、どうしてもね。言いますね。だからなるだけ古い鉢を。新品の鉢買ったらなんか植えといた方がいいってこと？そう、何でもいいんです。土入れてね、何でもいいの、どうでもいいものをね、草でも何でもいいから植えといて、で1年経つともうだいぶ違います。照りがなくなるからね、まず照りがあるのがダメなんですよね。そうするとイチゴがこうなるので、今これが目立つけど、こうか、こっちに来るのかな。ただこれがうまく赤くならない場合は違う草を使います。一応作っとくってことでね。山草の場合、それに使う山草は3種類ぐらい作っとかないと、その時花がちょうど咲き終わっちゃったり、実がポロって落ちちゃったりいろんなことが起きるので、それは 3個はね、最低3個は作っといた方がいいです。沈まないように上に持ち上げて、この森いちごは木になっていくのでね。木になる。立ち上がって木花っていうのかな、ここの部分ね、これ、ここの部分が木のようにもっと長くなるんですよ。枝枕とかはしない。だからこういうふうに子供がこの程度なの。1年に1個ぐらいしか増えないです。とっても増えないです。だから種をまく。ところがね、この間まこうとしたらね、おじさんが切っちゃったのね、うちの。その古いね、カラカラになったやつをね、切って捨ててしまったんです。言っとかなかったので。なんで今年巻いてないんで品薄なんで。品薄です、去年巻けなかった品薄なんでね。1年経てばまた50鉢ぐらいは増えますから、親がね大きい土鉢に入ってるんで、うちは。でもどうなんでしょうね。私富士山の5合目でこれを見たことはないんで、ね、真剣にそんなとこでねいちご探したことはないので。そうですね、富士山の5合目っていうか、樹海とかの方なんですかね。わかんない。くれた人がいて、取ってきたよって言って、もう40年前にもらった。それがまだその一株です。もらったのこのくらいだった。すごい。それで増やせるんだ、こんなに。増やせるかどうかが謎で、ランナー出ないのでしょうがないので株分けを最初したんですけど、それでもそんなに増えないなと思ったら、ある日これがポタッと落ちて植え切ってカラカラ、そこからブワーって生えたんで、ああ種まきかって気がついたの。じゃあもう大野さんがもう独自でとか他に持ってる人もいると思いますよ。うちから買った人が増やして売ってる業者さんがいる。なるほど。はい面白いねって言って、だって40年も売ってんだからあちこちで回ってますよ。だからもうちょっと葉っぱがあるといいね、ここにね。まあそうですね。そうですね。なんかと一緒に寄せたらいいのかな。まあ後で考えますよ。もしこれが赤くなったら、この辺に他の植物でちょっと低いやつ、移植できるやつがあればね。なるほど。ちょっと派手かな。木がね渋いですからね。そうですよね。で多芽色が今ないので、これがさ、こうなるんですよ。でなきゃこっちがこうなるんですけどね、多分こっちが上がると思います。でこの板じゃないと思います。たまり置き玉。かわいい。これで
高食に1個乗るみたいな。そうですねイメージやっぱりもっと離しておくし、はい多分この辺にこうなるんじゃないかな。ほう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 。こっちの方が手前なんで、うんこっちが円形なんで、こっちは下でもいいのね、はい手前の方が大きく見えるからこうなります。これ主木は奥ですよね。でも奥です。主木が真ん中に来る飾りってこと。いやずれますよだから真ん中っていうかちょっとはずれますけ3個ど、の中の真ん中にうん入る飾りってことですよね。そうですそうですそうですおー、面白い。こういうのもあるんですね、飾り。そうですか。主木って大体端っこにあるイメージ。2点だとま3点飾りで、あ3点真ん中って僕見たことないです。あそうですか、うん、景色だから景色、うん、これ遠くの林なんで端っこにしても別に構わないけど、でも端っこだと手前に来る感じ、いやでもさっきの方が、バランスはいいと思う。これで面白いですね。ただねこの草がねやっぱ合わないわ。林にはもっと野草がいい、いやそう。いちごではちょっと可愛らしすぎ。ほうほう。例えばどういう。3種類ぐらい黄金シダとか、はいはい。全部入ってるこうぐちゃぐちゃのやつ。ああ混ざってる寄せ植えみたいな。そうそう林の元にある野原、はいはい野原で、こっちは林の手前にあるなんか崖のところからこう、落っこって生えたなるほど。木みたいな、そういうのでやるから1個うちで前からあるやつを置くと、これを草の代わりに置いてもいいぐらいですよ。バラを。バラをへえ。今見たらねやっぱりね売っちゃってないのうちね、寄せたコバーっとこういうそういうことです。こういうのとかちょうどまあよく探せばどっかにあるかもしれないけど例えばバラなんかだと受けですね。でこれを立てた場合、下に例えばこれが入ってもいいんだよね。これで一つって数える方法もあります。こんな感じ。なるほど。そこであれですね、上の崖の上とその下に生えてる草みたいな。そう意外とバラがいいかもしれないですね。バラじゃないとするとこれではちっちゃすぎるので月見草、これ地味です。地味ですねやっぱり。もうちょっと派手な方がいいですね。だからこれとこれがくっついたような。これは苔と黄金シダ。そうですね。これはなんだっけ、雑草。食がなかった。これが上がると。で草はもう一回考えた方がいい。なるほど。草はね、これじゃなくて派手な方を選ぶんならこれバラですね。まだ実がついてますから、面白いです。今までない飾り方っていうか、なんかこの木の合わせ方、流れもそれと同じな方向に流すとか、なんか今までこのなんだろう、教科書通りのやつしか僕はあんまり見てないから面白いです。教科書ないですうち。飾りを作るときは、今まで自分が行った山の景色とか、川の景色の中の一部分を切り取って作るから、なるほど。展示会の飾りは別に何も気にしてない。でも自分が好きで作ってんだから。そうですね、自分がいいと思ってるものが、やっぱりね台をつけて本当はね、冬とかね、そういう名前でこうやりたいですよね。なるほど。大体でもいつも私こんな飾りだから箱飾に飾ったことがない。そうですか。箱飾だと自然のイメージが湧かないんですよ、なかなか。だから割と板か高飾とかそういうのを使ってやりますね。なるほど。というわけで、ご参考になったかどうか分かりませんが
盆栽奉納の飾りが色は変わると思います、はいはいあとここ高色動くと思うんですけど、ここの部分が何になるかはまたこれから考えます、はいよろしく、そうですね、販売もいろいろやってると思いますので、はい販売もね本当にいろんな人売店外の売店が充実しまして、寒いけれども結構売店多いし、うちもまあ苗木中心にいろいろ取り揃えておりますので、ぜひぜひ12、13です間違えないように、日曜日と月曜日の連休でございます、はい僕も鉢多分多少あると思うんで持っていくと思いますので、あそうですね、多分石田さんのどこかな、石田さんも書籍さんも来ます、はい、はい、そこに僕のもちょっと置いてると思うんで、よろしかったら皆さん遊びに来てください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございましありがとうございまた。した。